よいしょ。こんにちは、トバログです。今回はですね、皆さんにちょっとお伝えしたいことがありまして動画を撮ってみています。今回なんとですね、ハーフデイパックに新色ホワイトが発売となりました。ありがとうございます。白が大好きなトバログとしてはめちゃくちゃ嬉しいというか、感無量だった感じですね。感無量な感じです。こちらちょっとハーフデイパック C っていう名前を付けさせてもらったんですけども、こんな感じで自然な風合いの真っ白な帆布を使ったハーフデイパックっていう感じですね。いつもハーフデイパックを愛用してくださってる皆さんのおかげでこんな風にね新色を出すことができました。めちゃくちゃ嬉しいです。本当にありがとうございます。というわけで今回はこのハーフデイパック C どういう感じの素材感なのっていうところとか、あと若干変わった仕様みたいなのもあったりするので、その辺も踏まえてお伝えしていこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、改めてこちらが今回発売されたハーフデイパック C です。いいですね。この色、この感じ、この風合いを出すのに結構時間がかかってしまって、本当はね黒が発売された時点から1年ぐらい経ったら色展開出したいよねっていう話だったんですけど、それからねもう 2,3 年経ってしまいましたね。幾度ものサンプルのやり取りをして、かつ工場も変わったみたいで、その辺もね大変だったみたいなんですが、ようやく世の中にこうやってお披露目することができて嬉しいです。いい感じじゃないですか。結構今までのハーフデイパックはこれ真っ黒でバリスティックナイロンっていうね素材、強い摩耗性にも強くて耐久性もあるっていうものをねずっと採用してきたんですが、それに代わるような白い素材ってなかなかないんだよなみたいなところから、ちょっと真っ白っていうよりかは帆布っぽくしてちょっと柔らかい風合いにしてみようかなみたいなところからね、このホワイトモデルの開発が始まったっていう感じですね。最終的にはすごくいい雰囲気でめっちゃ軽い素材感でね、この耐久性もそこそこあって、そんで真っ白すぎないこのキャンバス地みたいなところがすごくいい感じのハーフデイパック C です。結構正直なところトバログのね持ち物としては、こういうカメラだったりとか、あとはiPad も白いケースをこんな感じで使っていたりとか、スマートフォンも真っ白だし、電子書籍端末も真っ白いものを使っているんですね。こんな感じで白いアイテムをたくさんいつも持ち歩いているので、できればこういう真っ白なモデルは発売していきたいっていうところから、今回ね生まれたっていう感じだったりします。そんな感じでちょっとねしばらく使ってみているんですが、こういう風にね普段の持ち物を中身をちょっとずつ入れ替えながら、いろいろなガジェットだったり、日常の道具だったり、そういうのをねこういう風に日々持ち歩いているっていう感じですかね。ハーフデイパックすごくいいのが、こういうね見た目すごく自然でミニマルな風合いなんだけど、結構容量が大きいっていうところがやっぱ売りというかすごくいいポイントなんですよ。中身ちょっと後で紹介していくんですが、たくさんのね荷物がこれにスポッと収まることができるので、そういう意味でもすごくね良くて、発案者っていう形で僕もね初めてのプロトタイプのモデルからずっと愛用しているんですが、やっぱこのサイズ感ってこういうゴテッとしたガジェットを入れたりね、こういう逆に薄いタブレット的なものを入れたりにもすごく合うので、その辺はすごい気に入っているって感じですかね。実際のね製品版が届いたばっかりで、一旦タグを切るんですけども、こんな感じです。ドリップのロゴが新しくなってる気がする。こんなだったっけ。このハーフデイパック C は何が変わったかっていうと、主に2つですかね。カラーもこの真っ白が出たよっていうところと、あともう一つは素材感がこれ今までのバリスティックナイロンとか固めのね黒い武骨なものから、結構コテッとしたコテコテしたこのキャンバス地、いわゆる帆布になったっていうところが、大きな変更点っていうか追加ポイントっていう感じです。硬さがちょっとあって、強い剛性もありつつ、
立体感を保てるようなこういう感じの素材感になっています。このぐしゃっとした時のこのシワが残る感じがめちゃくちゃ好きなんですよね。なんかプロトタイプの時からいろんな薄い素材、分厚い素材試させてもらったんですけど、この素材が結構一番重さとなんかこの立体感、剛性みたいなバランスが良さげかなと思っていて、最終的に何個ぐらいプロトタイプ作った5個ぐらい多分作った中でこれが一番しっくりきたかなっていうところでこの素材になっていると思います。これはねブラックでも割とこのシワ感ってこだわりのポイントなんですけども、このこだわりがね白でも受け継がれていてすごく嬉しいです。で実際にこう横とかを見ていくと、自然なね角度でこうショルダー肩掛けできるようにこの斜めにこう生えている紐部分ショルダーストラップ部分があるんですけど、このねストラップ部分も従来のものとは色味というか素材が違っていて、これも本当にキャンバス地のすごく分厚めのトートとかそういうので使われるような粗い素材感のストラップとなっています。でこの丸カンとかも艶消しのマットな金属を採用していたりして、ここもねハーフデイパック2で結構人気の高い薄めの薄まちのこのカシャッとワンタッチで取れるタイプのショルダーのこのバックルを採用しているという形ですね。で一応ねバージョン2でもこれを使ってるうちにこれがなんかずれてきちゃうっていうね問題もあったりして、この素材だと比較的大丈夫だったんですけど、念のためここにもねこういうこれプラスチックなんですけど滑り止めも一応つけています。できるだけ目立たないように白を選んでいてこんな風合いとなっています。結構全体のトーンもまとまっていていい感じですね。で、ポケットを実際に中身お見せしていきたいんですが、一応ファスナー自体はこんな感じです。艶消しの結構この白系プラチナっぽい風合いのファスナーを今回は採用していますね。でこのファスナーちょっと面白いんですけど、なんとねサムスンのファスナーを使っています。個人的にはYKK じゃなかったのっていう感じではあったんですけど、なんかねこの滑りの良さとかあと耐久性の高さみたいなところで今回ドリップ側で、サムスンのこのファスナーを選んでいるみたいですね。でもすごい滑らかで、これプロトタイプの時は結構ギザギザでガジェットとか入れたら傷ついちゃうんじゃないかっていうね心配があったんですけど、この辺はねめっちゃ滑らかなので、体に密着させて使うハーフデイパック的なね使い方にはすごい合ってるファスナーなのかなっていう印象ですね。で中を開けてお見せするとこんな感じの風合いです。ちょっともうこれ届いたばっかりの製品版をそのまま開封の儀しているんであれなんですけど、中にはこんな風にドリップのカードが入っていたりこういうのが入ってます。でポケットたちは可愛い白なので表面が白なので中のね風合いとか素材感も結構頑張ってこだわっていてこういう印象となっています。こう開けた時にね中身が見えると思うんですが、ここもトーンを統一させていますね。ドリップのロゴマークもこういうヌベ革を使っています。ここはねプロトタイプ時点からめちゃくちゃ大変だったところで、もう正直ね表面のこの素材感よりも内側のなんか質感選びの方が大変だったんですけど、ここがやっぱりね iPad とか入れる部分でクッション性もありつつマイクロファイバーの布とかを使いたかったんですよ。でそういうね保護をするこのマイクロファイバーの色に関してもなんか暖色寄りなのかグレーなのか茶色寄りなのかイエローにしちゃうのかとか、そういうねいろいろなちょっとやり口というか、この白って難しいのが色を合わせていくのが結構難しいんですよね。同じ白で言っても寒色と暖色が混ざっちゃうとすごい変な感じになっていくし、そこのねバランスを整えていくのが大変だったんですが、おかげさまでこのマイクロファイバーとナイロンとあと帆布のねこの素材感のバランスがすごい整ったような気がしています。ここはね結構トファログもいやそうじゃないとかなんかすごい言ってたところだったのでまとまってよかったです。
でもう一つここなんですね。このメッシュの素材とかもカラーを合わせていくのが結構ねなかなか難しいポイントだったりしていて、これもね色をすごいいろんな色から悩みながらね選んで最終的にはこういうスタイルになったっていうところですごいなんか満足感のある仕上がりになっていますね。個人的に中にもねヌメを使っちゃったりしています。で実際にどういう風に物を入れていくかっていうと、ここは結構ねタブレット系のこういう iPad とかそういうのをね持ち歩いてほしいので、ガジェットという意味でこういう iPad とかを入れるとすごいちょうどいいのかなって感じですね。結構ねマチもしっかりあるし、Apple Pencil 入れても上の部分もねちゃんと空きがあるので、このままこう落としてしまっても一応このヘリの部分がクッションとなるかなっていう感じです。結構しっかりめに iPad とかだったら入ります。で iPad はここなんですけど、ちょっとした小物たち薄めのものはここに入れることができて、僕だったら結構ノートをね普段持ち歩くので、ノートをこうガシッと入れてみてもいいかなとか、普段ね読んでいるこういう本をガシッとこの中に入れてもいいかなとか、あとは電子書籍の端末と普段プレイをしている Nintendo DSi とかをねこんな感じでガシッとこの中に入れて、よいしょ、こういう風にね閉じて持ち歩くとかもありなんじゃないかなと思ってます。でハーフデイパックの売りとしてはやっぱここのポケットなんですよね。このガバッと開いてこのすごい袋状になっているこのポケット部分が地味にやっぱね使い勝手が良くてですね、自分で言うのもなんなんですが、例えばこういうガジェットポーチとかをこうガボッとはめ込んで、あとはちょっとクッションとかは入れる必要あるかなと思うんですが、こういうカメラとかもガボッと入れてしまえば、よいしょよいしょ、これで難なくファスナーが閉まって持ち歩けるっていうのがやっぱりハーフデイパック結構強いなと思っています。あとは結構子供と出かけることも多いので、こういうねおむつを入れたセットがあるんですが、こういうセットをガシッと入れて万が一の時の子供の着替えとかをこうやってカポッと入れたとしても、街がそこそこあるのでおむつとか着替えをちょっとしたものを入れたとしてもかなりねサイズで容量があるっていうところが一つ嬉しいですね。親としてはこれだけで公園にも行ける感じです。あとはこういう小さめの水筒も間にこう差し込んでいけば、公園で暇になった時、カフェに行く時のこういうガジェット、大人用のものも持ち歩きつつ、子供のアイテムもちょっとしたものだったら入れてこう持ち歩けるよみたいな、そこが結構ねこんな感じでメインポケットにはたくさんのものが収納できます。でこのカバン売りとしてはもう一つね、ここに隠しポケットがあって、このハーフデイパックシリーズは構想時点だと結構海外旅行でね、使うっていうイメージもあったので、こういうパスポートとか、あとスマートフォンとかですかね、スマートフォンとかをこう体に密着させるこの隠しポケットに入れておきたいっていうところがありまして、この辺はしっかりとこう収納できる仕組みになっています。隠しポケットなので街はそんなに広くないんですけど、結構深さがあって、このぐらいまでねポケットがつながっているっていう形なので、こっちのねこの辺までポケットがあるので、結構ね大きめのスマートフォンとか長さのあるタイプのものでも収納ができるんじゃないかなと思います。ざっくりとした紹介はそんな感じですね。一応サイズとか、入れられるタブレットの幅みたいなのをこんな感じで載せておきます。結構なねマチがあるので、ある程度のものが入るようになっているっていうのと、素材としてはベースとして帆布、あとはね結構外のファスナーにヌメ革を使っていたり、ところどころ金属のものを使っていたりという感じで、見た目は結構ねバランスが整っているんじゃないかなと思います。でタブレットのね交渉の互換性としては、さっきも言った通り iPad11 インチが入る形で、マジックキーボードとかをね装着したとしてもすんなりと入る寸法に仕上げています。Surface Pro のね12インチはギリギリ入らない感じなんですけど、ここにはだけど一応ここにこう置いて、こんな風にねサイズが合わない PC とかでもこうやってスリーブに入れずに入れるっていうアウトローな使い方はできる感じですね。この辺は実際に持っている持ち物とちょっとサイズをね見比べて購入していただくのがおすすめです。
はい、というわけでこのハーフデイパック C についていろいろと紹介してみました。結構ねやっぱ見た目が割とナチュラルなのに結構容量があって、こんな感じのショルダーバッグって実はそんなにないんじゃないかなっていうところで、結構ね個人的にはこの素材感も相まって気に入っている筐体っていうわけじゃないですけど、気に入っているアイテムですね。今後ねこれを使ってカバンの中身を取っていったりとか、どういう風に使えるのかみたいなのも今後掘り下げていこうかなと思っています。でこれ自体はねインターネットでの販売なので、なかなか実物を目にする機会ってそんなにないのかなとは思って、それは申し訳ないなと思いつつなんですけど、実はトバログペーパー、トバログが作っている本、こういうね本があって、もののエッセイとかそういうのいろいろと紹介している本なんですが、これのポップアップを結構いろいろなところで今後もやっていきたいなと思ってるんですね。直近だと10月8日から10月13日までの、短い期間なんですけど、二子玉川の蔦屋家電さんの方でもね実はポップアップをさせてもらえることになりまして、トバログの私物とかそういうのもね展示していく予定なんですが、その中の一つとしてこのハーフデイパック C の実物も持っていこうかなと思うので、ぜひ気になった人、素材感見てみたいっていう人は店頭にもね足を運んでもらえると嬉しいなと思います。その他にもね今後台湾でもポップアップをやったりとか、国内はまだ決まってないんですけど、福岡とか大阪でやりたいなっていう気持ちは変わらないところなので、今後もちょっとねきっかけがあればそういうところもやっていきたいですね。というわけで今回はこの動画終わりにしようと思います。ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録、いいねボタン、そして気になることがあればぜひコメントもよろしくお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。